皆さんこんにちは。 VR メタバースガイドのオキタンモットです。今私はメタバースの世界のスペースコロニーにいます。見てください、すごい広がりです。こんな風にここ VR チャットというメタバースでは国内外多くのユーザーが自分たちでこの仮想世界を作ったり交流をしたりしながら日々暮らしています。今日はそんなメタバースの世界をガイドします。まずはメタバースの中でこういった仮想空間を作っているワールドクリエイターのよつみフレームさんへインタビューしたいと思います。ではどうぞ。まずよつみフレームさんから自己紹介お願いしてもいいでしょうか。はい、私はですね、主にインターネット上でだいたい2018年ぐらいからVR チャットを中心にワールド制作ですとか、そういったなんというか VR メタバース VR ソーシャルプラットフォームならではの作品というのを制作しています。本当にそう長くたくさんいろんな作品を、私も楽しませていただいています。よつみさんがメタバースというかこのマルチプレイの世界でこういう体験を作っていきたいって思ってる理由ってどんなところから来てるんですか？一人でゲームするのって楽しいんですけど、やっぱり友達と一緒に何かを体験するっていうと、それ以上の楽しいことが結構あるじゃないですか。でこういう場所だともう一つのワールドを作品として作ったらもう何千何万という人に好きに遊んでもらえるということで、かなり自分が作った労力に対してみんなが楽しんでくれる度合いっていうのがすごく大きいと思うんですね。なのでいろんな人が好き勝手に楽しんでくれる場所っていうのを作ろうと思って、こういう作品を作っています。で今日はこのよつみフレームさんが作成されたワールド、昨年 VR チャット界隈でとっても話題になったプロジェクトサマーフレアっていう場所に来ています。このワールドについて、簡単にですがどんなワールドかぜひご紹介いただければと思います。はい、VR チャット、VR チャットに限らず VR ソーシャルプラットフォームですとか VR メタバースって呼ばれるところには風景が綺麗なワールドっていうのがたくさんあるんですね。友達と一緒に集まってその綺麗な場所で遊ぶってそういう使い方が非常によくあるんですけれども、でこのワールドは日本の夏っぽいワールドということで、こういうふうに水族館があったりですとか、この上は砂浜があったりですとか、あと、日本っぽい夏の神社みたいなのもあるというワールドになっています。ただそれだけじゃなくてネタバレになるので詳細がちょっと言わないんですけれどもストーリーがあってちゃんと物語が進んでいくというワールドになっています。そうですね、体験型の本当に一大アトラクションというか、みんなでやるとすごい楽しかった思い出があります。ありがとうございます。それではですね、この、ワールド VR チャットで作られてると思うんですけど、ワールドを作って公開するっていう流れが、全くちょっとわからないっていう方もいるかと思うんですけど、簡単に伝えるとするとどんな形で公開ってできるものなんですかね？はい、VR チャットの例で言いますと、ここはUnity というゲームエンジンで動いている世界なんですけれども、自分のパソコンの中でその Unityを使ってこのワールドですね、3D モデルですとか、音楽ですとか、あとプログラムみたいなものを自分で作っていって、でそれをサーバーにアップロードして、いろんな人に来てもらうと、そういう風な流れで、ワールドを作って公開してでみんなに遊んでもらうということになってます。パソコンのハードウェアの話で言うと、私が使ってるのはAMD のRyzen 9とNVIDIA の RTX2080っていういわゆるゲーミング PC くらいのスペックのものを使っています。っていうのもやっぱり3D の、コンテンツを作るということで、制作する時も、結構メモリですとかPC のスペックが必要になりますし、VR でプレイするってなると高解像度なディスプレイに高い FPS で描画をしなければいけないというので、結構GPU も高いスペックのものが必要になります。あとモデリングソフトでいうとブレンダーですとか、そういったものを使って制作しています。このワールドに関しては確か1年以上はかかっていたと思いまして、結局モデリングをするっていうだけではなくて、ここはBGM とかも自分で作っていますし、そもそもストーリーというかプロットみたいなものですとか、あと、ちょっとネタバレになってしまうんですけれども、出てくる、オブジェクトのデザインですとか、そういったものも全部個人でやっていますので、そのぐらいの時間はかかってます。なるほ
当にこうしっかりもう一本のゲームを作るみたいな感じもありますね。すごいですね。なるほど。そうですね。とても壮大なんですが、この Unity では 3D モデルとかプログラムとか多数のアセットを取り扱っていくと思うんですけど、この大きなワールドのデータをどんな風に管理されてるんですか？はい、私の場合はですね、そのワールドのデータ、3D モデルですとか、プログラムですとか、そういったものは、クラウドのストレージに入れていって、かつ、それで Git でバージョン管理をするっていう感じのことをしています。やっぱり個人制作ではあるんですけれども、作ってる途中でちょっとバグが出てしまったとか、プロジェクトファイルが壊れてしまったとか、そういったことが結構あるので、バージョン管理でちゃんとロールバックできるような体制っていうのを作っていくことが必要になりますし、あと複数の箇所を同時に作業するとか、そういったこともプログラミングではないんですけど、こういう、3D の、作品でも普通にあり得ることなので、やっぱりそういうバージョン管理っていうのは大事になっています。問題が起きても大丈夫なように、しっかりやっぱり1年の作業が吹っ飛ぶと大変ですもんね。そうですよね。そうですね。もう吹っ飛ぶと泣いちゃうので。そうですね。いや、それは心強いですね、やっぱり。そのデータ管理とかは、個人でもいろいろ工夫されてやってきてると思うんですけど、なんか、その過去の困った点とか工夫されてることなどあれば、ちょっとぜひお教えいただけると嬉しいんですが、どうでしょう？はい、工夫していることとか大変なことっていうと、やっぱりそのデータサイズがどうしても大きくなってしまうということですね。3D モデルはもちろんデータ重いですし、3D モデルの表面に貼っつけるテクスチャー画像みたいなものも結構容量が食ってしまうんですね。あと意外に重いのが、これってその 3D の VR のゲーム的なものなので、ちょっと PV を撮影したりですとか、あと Twitter に投稿する動画を撮ったりですとか、そういったことも結構するので、その撮った動画のデータっていうのも結構たくさんになってしまうんですね。このプロジェクトでいうと、全体で数百ギガバイトぐらいのデータをやっぱり取っておく必要があって、それはやっぱりクラウドストレージサービスですとか、そういったものをうまく活用して、保管をしていくっていうことが必要になってきます。最後に四つ見フレームさんにとってワールド制作とはどんなものですか？メディアですとかコンテンツの、体系だと思っています。で、今も最近は昨年ぐらいですかね、メタバースっていう言葉がすごいバズったりしていて、やっぱりプレイヤー人口もすごく増えてきているっていうふうにすごく今盛り上がっている界隈だと思うので、もっと面白いものが自分も作りたいし、面白いものがみんなが作ったものを見てみたいっていう思いがあります。いや、ありがとうございます。なんかいろんなことを聞いて、ありがとうございます。嬉しかったです。ありがとうございました。四つ見フレームさんへのインタビューでした。いかがでしたか？さて、これからはメタバースで行われている様々なイベントやメタバースの日常を紹介したいと思います。はい。まずはメタバースの学術的な利用の例です。こちらは東京理科大学の理工学部。今学長さんがすごくリアルな姿でバーチャルの世界でお話をされていました。そしてこちらはリアルの、現実の方で実験をしている様子をバーチャルで見ているところですね。地震実験。さらにはこちらは燃焼実験ですね。映像だとちょっとわからないかもしれないんですが、こちらバーチャル上だといろんな場所から見ると立体的に見えるような映像で見えていて、とても面白かったです。そしてこちらは全員で集合写真だったり、撮ってるところですね。たくさんの方がご来場されていました。さらにはバーチャル学会というイベントもありまして、これはポスターセッションの場面ですね。いろんな方が発表されていました。それからこちらはメタバースのアートの方面の例です。こんな風に立体的な美術館を作ってそこに見に行ったりとか、さらにはこれはフォトグラメトリーという手法によって、ベネチアの
風景を現実の方で撮影をしてバーチャルで再現した場所です。みんなで旅行気分でそういった場所に興味を持ってバーチャル上で訪れて、リアルでも行ってみたいなみたいな、そんな気持ちになれる体験でした。それから今度は、バーチャルの日常、メタバース上の日常のシーンということで、これは夏ですね。夏といえば海。はい、みんなで海に潜って、遊んだりとか、水着に着替えたりとか、そういった体験もメタバース上でできます。メタバースなので、この風に人魚になったりもできますね。さらに、こちらは川ですね。この水をわしゃわしゃかける体験。実際に水で濡れることはないんですけど、結構体験として楽しいですよ。それから、バーチャル上では季節のイベントがいろいろありまして、クリスマス、ハロウィン、音楽ライブを現実ではできないようないろんな演出を重ねて、みんなで楽しむことができます。いろんなメタバースの利用があります。いかがでしたか？ここからは私が VR メタバースガイドを始めたきっかけやメタバースの未来についてインタビューしていただいたので、ぜひご覧ください。メタバースガイド、VR ガイドを始めようと思ったきっかけっていうのは、やっぱりその素敵な VR の世界を、みんなに知ってもらいたいんですけど、やっぱりそういう機材を持ったり、パソコンを持ったりっていうのはなかなかまだまだ敷居が高いので、VR のことを持ってない方にも、YouTube とか配信を通して知ってもらったり、しながら、Twitter もそうですね、いろいろ VR のニュースとかを伝えながら、未来の先取りみたいな形でちょっと体験してる雰囲気を伝えられたらいいなと思って、ガイドをしたりとか VR の文化とかをその昔から残せればいいなと思って、はい、アプリとか文化とか、はい、YouTube でアーカイブしていったりしています。はい。知ろうとしてくれてる方が増えてきてて、で、なかなか馴染みがまだまだないとは思うんですけど、そういうのがみんなにとって注目度が高まってるのはすごいひしひしと感じてて、なんか勢いばっかりあって、急いで、やるっていうことに対してはちょっと、私自身は怖いっていうか、もっと長い目で見てほしいなって思ってるんですけど、みんなが興味を持ってもらってくれることがすごい嬉しいです。私にとってメタバースっていうのはバーチャルなリアリティで人が生活できる場所ですね。はい。現実の方ではコロナ禍でやっぱり人との触れ合いが難しくなってきたりとか、そういうのがある中、バーチャルっていうのはそういう意味でも注目をされてて、メタバースの発展っていうのはそういう制限がある中でも安全に、今まで現実だとできなかった方も、近くに行っていろんなお話ができるって機会ができるかもしれないですし、それは友達でも家族でもそうですし、海外の方でもそうです。いろんな方と近くになれる、そんな素敵な技術なので、で、メタバースっていうのはこの VR ヘッドセットをつけて未来、みんながするかっていうと、私はそうじゃないと思ってます。一つのデバイスっていうよりはいろんなものがつながってて、それは裸眼でも何かスイッチを通してメタバースでつながるかもしれないし、鏡に越しにそこにメタバースのウィンドウがあるかもしれないですし、私たちが想像していない未来が待ってると思います。メタバース楽しみ。はい、メタバースのことをいろいろ見ていただいたんですが、まだ見ているメタバースはこれからもたくさん広がっていくものですし、ぜひこの機会にメタバースで検索をしてみたりとか、私のチャンネルを見てくださったりとか、なんかぜひこれからも注目してほしいなと思います。で、周りにきっと VR デバイス持ってる方1人や2人いると思うので、ぜひ体験してみてください。やってみないとその中にいるっていう感覚がわからないと思うんです。なのでぜひ VR デバイスを体験してみてください。はい、酔いには気をつけましょう。慣れるんですけど。皆さん、メタバースの世界いかがだったでしょうか？たくさんの人がこのプラットフォーム上で活動していることが伝わったかなと思います。データ管理、
クラウド、様々なデバイスやネットワークの発展に合わせて、こうしたメタバースの世界が広がってきています。ぜひ、いつかここでお会いできる日を楽しみにしています。それでは。